こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。2回目行ってきました。大阪万博2025夢島。前回よりめっちゃ改善して今回めちゃくちゃ楽しかった。そんな充実し満喫した私たちの一日を紹介しますね。それでは行ってみましょう。 Here we go。 ゴールデンウィークのど真ん中、5月1日に大阪万博に行ってきました。めっちゃ楽しんだ一日を紹介しますね。まずこの日の流れはこんな感じ。朝の9時に西ゲートから入場して21時過ぎに同じ西ゲートから退場するまでこれだけ万博を楽しみました。いっぱいやりすぎて目がチカチカする。いやー詰め込みましたね。でも4月に行った1回目よりも疲労度は少なかったんですよ。しかし満足度は大げさでもなんでもなく10倍は楽しかった。まず自家用車で堺パーク&ライド駐車場 B に到着。時刻は8時。まだ全然混んでいないのですんなり車を近くに止めることができました。少し待ってバスに乗車。堺駐車場からは約30分で西ゲートに着きます。途中ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの横を通り、天保山の大観覧車の横を通り、舞島ゴミ処理場の横を通ったりと見どころたくさん。あ、東ゲートに人がいっぱいいる。西ゲートに到着しました。今の時間が8時31分。めっちゃいい時間に着いた。でも結構すでに人が集まってきてますね。結構おるわ。素早く検査場に入るためのルートは別動画で紹介しているのでそちらをご覧ください。無事に検査場を通過して時計を見ると9時6分。まず私たちが目指すのは当日登録センター。ここで当日予約を狙います。実は1個確かめたいことがあって、本来当日予約って1個しか取れなくて、2回目は1個目の予約が終わってからでないと予約できないんです。でもシステムのバグなのか、なぜか当日予約のタッチパネルで登録した後にだけアプリでもう1個当日予約が取れるっていう情報があったんです。この情報が本当だったかどうかはまた後ほどご報告しますね。ここが当日予約センター。万博会場内に9カ所当日予約できるタッチパネルがあるんですが、私たちが来たのはその中で一番タッチパネルの数が多いここ、クエート館の前にある当日予約センター。さあ住友館は取れた？はい、ダメでした。でもガスパビリオンは無事にゲット。いやーよかったよかった。さてまだまだ比較的予約なしで並んで入れるパビリオンが時間をかけずに入れるゴールデンタイム。どこか入りたいなーと思っていたら、なんと行きたいと思っていたぬるぬるが予約なしで入れるって案内が聞こえる。一目散に並びました。スタッフの方曰く通常の予約で見られる内容とは違っているとのこと。でも予約が取れていない私たちからするとそれでもいいので見てみたい。ぬるぬるはメディアアーティストの落合陽一さんがプロデュースした作品で、鏡に囲まれた空間で音と光が融合した不思議な空間を体験できます。歪んだ合わせ鏡が織りなす無限に広がる空間に引き込まれます。いやー面白かった。しかしこの外観すごない？ほんま漫画の世界ですわ。次に向かうのが命の未来館。ここは石黒博さんがプロデュースしたシグネチャーパビリオンで、アンドロイドやロボットが私たちを迎えてくれます。実はぬるぬるに並んでいる時に命の未来館のキャンセル待ちに予約をしていました。予約待ちとは当日にキャンセル待ちの登録をして、キャンセルが出たら連絡が来て30分以内であれば入館できるというシステムです。ちょうどぬるぬるに入っている時に連絡が来ていたのでそのまま向かいます。
キャンセル待ちのやり方も別動画改善点19で紹介しているので、ぜひ見てみてくださいね。ここは3つのゾーンで構成されていて、ゾーン1は物に命を宿してきた歴史が紹介され、ゾーン2では50年後の高度なアンドロイドが人の人生の中で大きな役割を果たしている未来が描かれています。しかも50年後の人の命の選択が今の私たちに提起されていて、めちゃくちゃ考えさせられました。人の命はアンドロイドを通じて生き続けるべきなのか、それとも自然の摂理に従って消滅していくべきなのか。涙なしでは見られないパビリオンです。ゾーン3では1000年後のアンドロイドが紹介されています。これは人間なのかアンドロイドなのか。ここもぜひ訪れてほしいパビリオンです。当日予約がタッチパネルとアプリの2つ取りができるかどうかの答えなんですが、実はできました。ただ私たちの場合、アプリで命の未来館の予約を取ったんですが、キャンセル待ちでも取れてしまったので、当日予約はキャンセルしてしまいました。ただ最初にもお伝えした通り、システムのバグかもしれないので、いつできなくなってもおかしくないので、やってみようと思う方は自己責任でお願いします。最初に言った当日登録センターめっちゃ混んでる。4月に来た時に疑問に思ってたゲートが閉まってトラックが通ってる。4月の時には自由に入れた文明の森が立ち入り禁止になってる。倒木の危険性があるってニュースでやってたわ。いやー、いきなり2大シグネチャーパビリオンに入れちゃいましたよ。ちょっと頭も休養が必要なので、美味しいものでリフレッシュしたいと思います。時間は10時38分。めっちゃいい感じで回れています。以前から気になっていたポルトガル館のエッグタルト。本場での呼び方はパステル・デ・ナタ。本場リスボンの老舗の味を忠実に再現しているそうです。熱っ。めっちゃ熱々。中のとろっとした濃厚クリームが美味しい。周りのパイ生地がサクサクで香ばしい。1個税込み453円です。これはぜひぜひ食べてほしいスイーツです。なぜポルトガル館のエッグタルトに行ったかというと、食べたかったのはもちろんなんですが、この後三菱未来館の予約が取れているので、そちらに向かいます。ちょうど通る道の途中にあるのがポルトガル館なんです。事前に地図に書き込んでいたので、当日にぬるぬると命の未来館が取れたとしても、すぐに近くの食べたいものが見つかりました。ぜひ皆さんも食べたい、飲みたい、行ってみたいパビリオンを地図に書き込んで持って行ってくださいね。最初に万博に来た時にめちゃくちゃあっちこっち歩き回って疲れ切ってしまったので、その反省を生かしました。続いて3日前予約で取れた三菱未来館にやってきました。3日前予約って抽選ではなく空き枠先着予約で、夜中の0時に争奪戦が行われるんですよ。それでなんとかゲットしたのが三菱未来館。取り方はこちらも別動画改善点19をご覧ください。三菱未来館は命輝く地球を未来につなぐをテーマに、命の始まりから命の未来までを映像を使って紹介してくれます。残念ながら上映されている映像は撮影禁止だったのでお見せできないんですが、わかりやすい表現になっていて、遠足などで来る子供たちなどにいい感じではないでしょうか。最初にぬるぬると命の未来館を見た後に三菱未来館に来てしまったので、平和というか安心して時間を過ごせた感じですね。
三菱未来館を出て、携帯を見てみると、なんと、命の動的平衡感のキャンセル待ちから入館できると連絡が来てるじゃないですか。なんともタイミングがいい。まさかこんなに効率よく回れるなんて。ってことでやってきました。命の動的平衡感。ここは福岡伸一さんがプロデュースするシグネチャーパビリオン。命動的平衡感はかなり目を引く建物で、中は結構シンプルな作りになってました。最初は中央のクラスラと呼ばれる32万球の LED が生命の誕生からの物語を映し出してくれます。その後、福岡さんから動的平衡の説明動画が流れるパビリオンです。いやー、なかなか頭を使うパビリオンでした。多様な命の流れの中に連なっているのです。外に出た私たちを待ち受けていたのは、命のパークで15分ごとに行われるミスト。いろいろネットで騒がれているのは知っているんですが、そんな騒ぐほどのもんでもないと思っていたけど、笑えるぐらい何も見えへん。まあ走っちゃ危険っていうのはわかるけど、演出的にはここまでやりきるミストは期待を超えててすごいと思った。私たちはこの間に持ってきていたおにぎりを食べました。お屋根リングの下にあるベンチでしばし休憩した後、次に予約で取っているガスパビリオンに向かいます。ガスパビリオンお化けワンダーランドは日本ガス協会主催のパビリオンで、化けろ未来をコンセプトとして XR ゴーグルをつけてお化けたちと一緒に未来に向けて化ける、ドキドキワクワクな体験のできるエンターテイメントパビリオンです。そうそう、並んでいる間にアプリを取ってパビリオンにスマホを向けると、こんな映像を見ることができるんです。待っている時間つぶしにぜひやってみてくださいね。ここで出てくるお化けのミッチーが可愛いんですよ。また XR ゴーグルで見ることができる飛び出るお菓子やキャラクターなど、結構リアルで楽しい。特に足元が崖になる映像が流れたとき、本当に下に地面がないように見えるんです。結構怖かった。またメッセージ性の高いパビリオンで、人間の欲が高すぎて二酸化炭素を多く作り出したものが悪役として出てきて、それを人間の思いやりの心で浄化していくストーリーになっています。子供が見ても納得してもらえる内容に仕上がっていました。ちなみにうちの娘はミッチーが可愛すぎて2200円のカチューシャを買っていました。ここはかなりおすすめのパビリオンですよ。続いてウズベキスタン館に入場。入場者の列は結構人が多かったんですが、実は私たち予約を取っていたんです。しかも2ヶ月前予約でも7日前予約でも3日前予約でも当日予約でもない別枠予約で予約してたんです。今ではそのホームページが表示されなくなっているので残念ながら使えないんですが、持っていた私たちは優先的に入らせていただきました。ウズベキスタン館はまず国の特徴を紹介。暗い部屋の中で様々な紹介スポットを自由に見て回る感じ。説明してくれる人もいるんですが、全体にというよりは近くにいる人に話している感じですね。その後、中央の筒状の部屋に入って360度囲まれた映像を見ます。で、全然気づいていなかったんですが、実は2階に上がっていました。天井が低くなったと思っていたら、床が上がっていたようです。その部屋から2階の外に出ると、2階から見上げる大屋根リングがちょっと不思議な感じ。外国の世界観を体感できました。
ウズベキスタンから少し進むとイタリア間が見えてきます。実はイタリア間も別ルートで予約できるんですよ。こちらのやり方も別動画改善点19で紹介していますので、気になる人はチェックしてくださいね。で、私たちのお目当てはイタリア間で売られているイタリアンジェラート。イタリアといえばジェラートでしょう。案の定めっちゃ並んでました。30分ぐらい並んでやっとゲット。私たちはピスタチオシチリア、イチゴ、アマレーナを注文しました。アマレーナとはブラックチェリー味のジェラートで、苦味と甘さのバランスが取れた味わいです。中でもピスタチオが濃厚で風味が強くめっちゃ美味しかった。アマレーナはあまり馴染みがない味だったので海外感があってよかった。値段はトリプルで1100円でした。これもぜひおすすめのスイーツです。さあ、お買い物タイム。西ゲートマーケットプレイスに向かいます。ここには万博公式ストアが2つあって、近鉄と JR 西日本があります。ちなみに東ゲートには丸善純駆堂、大丸松坂屋百貨店があります。ここで子供たちが食いついたのがサンリオとのコラボ商品。いろんなコラボ商品が並んでいるので見ていて楽しい。でも人多すぎ。ここで子供たちはミャクミャクのヘアピンとキーホルダーを買っていました。次のガンダムパビリオンまでもう少し時間があるので西ゲートの奥に探検。この奥は何があるのかな？その丸い建物って何？サステナドームって何？へえ、サステナブルについて学べる端末があるのと休憩所みたいな感じなんだ。あ、ウォーターサーバーがある。ここは穴場だね。さて、この奥には何があるのかな？うわー、ひどっ。あ、開幕の日にアドさんがコンサートやったのってここ？へえ、こんな場所あったんや。なんか人が集まっとる。あ、ミャクミャクがおる。なんかミャクミャクが可愛くなってきた。さて、ガンダム行く前に行ってみたい場所があるんです。それがセブンイレブン。ただのコンビニじゃんって侮らないでね。ここのセブンイレブンはただのセブンイレブンじゃないんです。なんと出来たてフードが充実。これは美味しそう。セブンイレブンの一部の店舗でしか売られていない限定商品もあるそうですよ。小腹が空いたのでアメリカンドッグをいただきます。はい、前編は以上になります。次回後編はガンダムパビリオンからスタートします。ここだけの話、万博で一番面白かったかも。他にも電力館や大屋根リングからの夕日、ライトアップされたパビリオンや噴水ショー、ドローンショーなど盛りだくさんでお送りしますのでお楽しみに。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。